ワンピース第1178話は、前回の激闘の直後から物語が続いていく。エルバフを揺るがした巨大な爆発の余波はまだ消えておらず、焦げた大地と黒煙が戦場一帯を覆っていた。その荒れ果てた地面の上に、ウソップとブルックの二人が倒れている。どちらもピクリとも動かず、全身には激しいダメージの跡が残っていた。その光景を見たルフィは、一瞬息を飲む。だが次の瞬間、迷うことなく二人のもとへ駆け出した。ウソップ、ブルック、必死に呼びかける。おい、しっかりしろ。起きろよ。しかし、返事はない。ウソップもブルックも意識を失ったまま、動く気配すら見せなかった。その時、ルフィ、待って。チョッパーが慌てて駆け寄ってくる。俺に見せてくれ。チョッパーはすぐにその場に膝をつき、震える手でウソップとブルックの脈を取り、呼吸を確認する。しばらくの沈黙の後、チョッパーが口を開く。生きてる。二人とも、ちゃんと生きてる。ルフィの目がわずかに揺れる。だがチョッパーは続けて、重い声で言う。でも、かなり危険な状態だ。このままだと命に関わる。その言葉に、場の空気が一気に重く沈む。ルフィは何も言わず、ゆっくりと立ち上がる。そして静かに振り返り、すべての原因である存在、イムへと視線を向けた。お前がやったのか。低く、怒りを押し殺した声。しかしイムは答えない。ただ冷たい目でルフィたちを見下ろしているだけだった。そこへロキが歩み寄り、ルフィの隣に立つ。その瞳には強い警戒と怒りが宿っていた。気をつけろ、ルフィ。あいつの力は普通じゃない。ロキは低く続ける。奴の覇気は、冥界にまで届くほどだ。間違いなくエルバフの敵だ。ルフィは無言のまま拳を強く握りしめる。その全身から怒りがにじみ出ていた。次の瞬間、ロキの体が大きく変化を始める。巨大な影が広がり、やがて彼は伝説の竜、ニーズホックの姿へと変貌する。ルフィもまた、一歩前へ出る。その体から白い蒸気が立ち上り、髪が白く染まり、姿が変わっていく、太陽の神ニカ。ついにイムが口を開く。その声は重く、空間そのものを押しつぶすように響く。ニカ。そしてニーズホックよ。我に従い、ひざまずけ。さもなくば、ここが貴様らの最後の戦場となる。静寂が走る。だがルフィは、一切迷わなかった。ゆっくりと口を開く。断る。短く、だが強い意志を込めた言葉。俺は絶対に屈しねえ。ルフィは叫び終えると同時に、地面を強く蹴りつけ、一気にイムへと突進した。伸びた腕がまるで棒のようにしなり、一直線に振り抜かれる。くらえ。ルフィの拳がイムの体を正面からぶち抜いた。だが、その感触はどこかおかしかった。次の瞬間、ぶち抜いたはずのイムの姿が、霧のように揺らぎ消えていく。何？それはただの分身だった。本体のイムは、すでにルフィの背後へと回り込んでいた。ルフィが振り向くよりも早く、その存在が冷たい気配を放つ。その瞬間、ロキが大きく口を開く。口内に雷が集まり、轟音とともに凝縮されていく。次の瞬間、巨大な雷撃が一直線にイムへと放たれた。しかしイムは微動だにしない。片手を軽くかざすだけで、黒く輝く魔法の盾を展開する。雷は盾に直撃し、激しくぶつかり合う。だが、そのまま引かれるどころか、盾は強く発光し、雷を反転させた。何？跳ね返された雷撃が、そのままロキへと襲いかかる。直撃。ロキは大きく吹き飛ばされ、地面に叩きつけられた。傷ついたロキを見下ろし、イムは冷たく言い放つ。その程度の力で、我に勝てると思ったか。世界の秩序を壊せるとでも。その言葉の直後、イムがゆっくりと片手を持ち上げる。その手のひらの上に、漆黒の魔導書が現れる。ページは一人でに激しくめくれ、まがまがしい気配が周囲に満ちていく。イムが指を鳴らした。次の瞬間、無数の黒い槍が魔導書から飛び出す。数十、いや数百にも及ぶ槍が、一斉にルフィとロキへと襲いかかった。
ルフィとロキは走り回りながら必死に回避する。だが槍は止まらない。次々と無限のように生み出され続ける。くそ、キリがねえ。回避するだけで精一杯、完全に追い詰められていた、その時。そこまでだ。轟く声とともに、フランキーが現れる。同時に巨大なフランキー将軍の盾を展開する。分厚い装甲が、次々と飛来する黒槍を受け止める。任せろ。ここは俺が止める。続いてゾロが前へ飛び出す。3本の刀を同時に抜き放つ。三刀流、覇気をまとった斬撃が交差し、黒い槍を次々と切り裂いていく。一瞬で道が開かれる。助かった。ルフィは仲間たちに短く礼を言うと、そのまま大きく飛び上がる。腕が膨れ上がり、巨大な拳が形成されていく。ゴムゴムの白い雷回転弾、ドーンソ、ライフル。雷のような勢いを帯びた巨大な拳が、一直線にイムへと突っ込む。イムは再び盾を展開するが、今度は押し切られた。衝撃によって後方へ弾き飛ばされ、わずかに傷を負う。静寂の中、イムはルフィを見据える。800年ぶりだ。我に挑む者が現れたのは、その瞳に、わずかな興味が宿る。称賛に値する。だが、結果は変わらぬ。その言葉とともに、イムが再び手を掲げる。魔導書が不気味に光り、闇が地面から這い出す。無数の黒い影が足元から伸び、ルフィたちの体を絡め取った。ルフィの体が拘束され、動きが止まる。くそ、動けねえ。その直後、イムの魔導書が変形を始める。黒い装丁が歪み、巨大な二連式の銃へと姿を変える。方向には濃密な闇のエネルギーが渦巻いていた。奈落双砲、アビスツインブラスター、巨大な弾丸が一直線にルフィへと発射される。ルフィ。その瞬間、一人の影が前に飛び出した。ここは任せろ。サンジだった。サンジは回し蹴りで巨大弾を正面から蹴り飛ばす。だが、弾丸は空中で突然爆発した。凄まじい爆風がサンジを直撃する。ぐわー。サンジは吹き飛ばされ、地面に叩きつけられる。サンジ。そこへロビンが現れる。両手を広げ、能力を発動。無数の腕が裂き、黒い影を次々と引き剥がしていく。拘束が解かれ、ルフィたちは自由を取り戻す。フランキー、エンゴー、チョッパー、急いでサンジを。チョッパーはすぐにランブルボールを使い、強化形態へと変身。医療キットを引きずりながらサンジの元へ駆け寄る。サンジ、しっかりしろ。胸を押さえ、必死に応急処置を始める。一方、ルフィはゆっくりと立ち上がり、イムを睨みつける。その目に、怒りが燃えていた。もう笑わねえ。もう迷わねえ。拳を強く握りしめる。お前は、仲間を傷つけた。絶対に、許さねえ。その後、ロキはゆっくりと前へ歩み出た。その鋭い眼差しは、まっすぐイムを射抜いている。答えろ。俺の父、ハラルドの死、お前が関わっているのか。イムはそれを否定しない。隠す様子もなく、ハラルドを死に追いやったのは他でもない自分だと告げる。その言葉を聞いた瞬間、ロキの表情が凍りつく。そして次の瞬間、怒りが一気に爆発した。やはり、お前か。ロキの全身から凄まじい覇気が吹き出す。空気が震え、大地がきしむ。ニーズホックの巨体から無数の雷がたばしり始める。ロキは大きく息を吸い、顎を開く。体内の雷が一点へ集まり、黒い土玉となって凝縮された。ニーズホック、雷土、ライツ。天を砕く力を帯びた黒い土玉が群湖へ放たれる。通過した地面は焼け焦げ、深い溝が刻まれ、空気が電離してうなった。群湖、イムの表情が初めて揺れる。ロキがこれほど短期間で力を解放するとは、想定外だったのだ。群湖、イムは即座に魔導書を前に掲げ、最強の結界を召喚する。虚空結界。絶対防御。土玉と結界が激突。耳をつんざく音とともにエルバフ全域が震え、黒雷と漆黒のエネルギーが絡まり合う。
衝撃波が走り、巨人族も麦わらの一味も吹き飛ばされかける。その時、今だ。ルフィが立ち上がった。胸は痛む。だが瞳は揺れていない。覇王色が走り、ロキの雷と重なる。ゴムゴムのニーズホックライヤー。ルフィはロキの土玉の雷をつかみ、ゴムの力で腕を極限まで伸ばし、結界へ叩きつける。同時にゾロも飛び上がる。三刀流、覇王色。覇気をまとった斬撃が結界の弱い一点を切り裂きにかかる。ナミは天候棒で雲を操り、自然の雷を引き寄せる。落ちろ、雷帝、雷帝、審判。フランキーは全武装を起動し、レーザーと砲弾を一斉射撃。フランキー将軍、全武装。連携は完璧だった。攻撃はすべて同一点へ集中し、軍庫の結界に亀裂が走る。漆黒のエネルギーが乱れ始め、軍庫の顔が歪む。ありえない。私は世界の秩序だ。軍庫は吠え、全身のエネルギーを魔導書へ注ぎ込み、最終奥義を放とうとする。その時、ヤルルが前へ出た。老人は土を掲げ、ロキへ叫ぶ。ロキ、ラグニルを握れ。鉄雷って辛い。はお前と一体じゃ。ヤルルが投げた土。鉄雷が、ロキの手のひらへ吸い込まれるように収まる。瞬間、金色の光と黒い雷が混ざり合い、武器の模様が輝いた。まるで、魂が目覚めた、かのように、ロキの雷が金へ変わる。ニーズホックの姿が、さらに、完全になる。なるほど。これが、真の力か。ロキは吠え、鉄雷と雷を融合させ、軍庫へ叩きつけた。ニーズホック、アキラライハって辛いわ。強襲の力、鉄雷の守り、麦わらの連携、すべてが結晶した一撃が結界を粉砕し、軍庫の体へ重く叩き込まれる。軍庫は黒い血を吐き、吹き飛ばされた。翼に亀裂が入り、漆黒エネルギーが大きく削られ、地面へ叩きつけられる。終わった。誰もがそう思った、その瞬間。しかし次の瞬間、地面に倒れ伏していたはずの軍庫が、不意に体を震わせ、ゆっくりと立ち上がった。その姿はすでに限界を迎えており、輪郭すらぼやけ、今にも消えそうになっている。それでも彼女は顔を上げる。そして、冷たく、狂気を帯びた笑みを浮かべた。母、これで終わりだと、思っているのか。彼女は指先に怪しい光を宿す。この星には、虚空の種が埋め込まれている。私が起動すれば、それは爆発する。世界全体が漆黒に飲み込まれる。お前たちも、エルバフも、逆らう者すべてが、一同の顔色が変わる。ルフィは拳を握り、言い切った。止める。絶って止めてやる。軍庫はゆっくり立ち上がり、身体が徐々に透明になっていく。遅い。もう遅い。ニーズホック。麦わらのガキ。お前たちは宿命から逃れられない。消え去る直前、軍庫の瞳に一瞬だけ、不服とあざけりがよぎった。私を倒せば終わると思ったか。800年前の秘密。リーの一族の宿命。最終的に、終わらせる、のは、お前たちだ。その言葉を残し、軍庫の姿は完全に消えた。空には、漆黒のエネルギーの一辺だけが漂っている。戦場は一瞬、静まり返った。ロキはニーズホック形態から巨人の姿へ戻る。虚空の種とは、一体何なんだ。ヤルルがため息をつく。イムが800年かけて育てた、黒気力、じゃ。爆発すれば、結果は想像を超える。ルフィが拳を握りしめ、言い切る。軍庫が何の秘密を言おうと関係ねえ。まずは虚空の種を見つけて、爆発を止める。ロキもうなずく。ああ、成功させるわけにはいかない。ロビンは地面にしゃがみ、残された漆黒エネルギーに指先で触れた。能力を発動し、静かに言う。このエネルギー、ただの覇気じゃない。歴史の本文、ポーネグリフ、と関係があるかもしれない。虚空の種と800年前の秘密。手がかりはそこにある。サンジはタバコを消し、
口元に薄い笑み。まずは手当てしてから次の作戦だ。あの女、簡単に消える玉じゃねえ。場面はマリージョアへ切り替わる。花の間、うつろにそびえる空の玉座。ゴロウ聖は床に膝をつき、怯えた表情で沈黙していた。イム様が、消えた。震える声が漏れる。別のゴロウ聖が、陰険な瞳でゆっくりと言った。問題ない。イム様はすでに対策を講じている。虚空の種は、いずれ爆発する。麦わらのガキも、ニーズホックも、最終的には滅ぼされる。そして我々は、世界の秩序を守り続けるだけだ。